そのお父さんをキックアウトしてまだいるっすなんかもう高校生ぐらいから継いでくれっていう話はあったんだよね。ずっと断ってたの、なんかとかもっと興味あって、親父がちょっと倒れちゃって、一番最初にやっぱりして何も分かってねえだろみたいな、実際哲学家だったんで、でコンサルの時って PL 見がちでもなんか終わるとマジ死ぬから、建設業マジグロースポテンシャルばっかだなと思った。これすごいいい KPI なんだけど、元ヤンだったか否か俺みたいなやつ来たらどうなんだろうっていう、今まで昭和だったやつをなんか少なくともにはしたいよねみたいな、これで潰れたら俺が悪かったっつってスライドを書いてた時の方が楽だったなって手伝いで来て帰っていいんだったら俺便に帰るよ。今日はですね初めてのゲスト会ということで、私と、内定同期でベイン新卒で入ってアソシエイトコンサルタントのテニュアから入って2回のプロモーションを得てコンサルタントまで上がって4年間ベインでコンサルタントをした後ですね、2年ぐらい前に、実家の電気工事の会社の事業継承して、今はそこの会社経営、CEO やってる太一に来てもらいました。ジュース。事業継承して電気工事の会社ってどんなのか、そもそもベインから行ったトランジションの経過どんなもんだったのか、あとはですね、なんでそもそもその道を選んだのかっていうのをいろいろね、ぶっちゃけトークを今日もベイン出身の涼介と元 BCG のトニーでぶっちゃけトークを太一を踏まえてしていきたいと思います。お願いします。お願いします。で、いろいろちょっと聞いていきたいことはあるんだけど、やっぱちょっと面白いことから聞いてきたいんだけど最初に聞きたいのが、ベイン辞めて、実家の会社継ぎましたと。で、もともとそのお父さんが始めて今2代目って形でやってると思うんだけど、そうですね。入って割とすぐその1代目のお父さんを会社から追い出したじゃんやべえなでもそれって多分必要だと思ったからやったんだろうけど、なんかその背景とかなんでその決断に至ったのかとか、まずちょっと深掘っていきたいなと思うんだけど、どうですか？まずちょっとめちゃくちゃなんかもう高校生ぐらいから継いでくれっていう話はあったんだよね、愛知から。でだけど、当時俺全然なんか国際機関とかもっと興味あって全然ビジネスやる気なかったからずっと断ってたの、ベイン入った理由もベインワールドカップ楽しそうだなっつってそれで入って、でもすごい仕事は楽しくて継ぐ気全然ないし、ベンチャーやりたかったのね。自分でなんか起業するかなみたいな、01のことをやりたかったんだ。なんかそうね、ベイン3年目の時とか家事代行のサービスとかやりたいなとか思ったりとかしてて、でもなんか、4年目ぐらいで、親父がちょっと倒れちゃって病気でもう結構調子悪くて人命が脅かせるかもしれないみたいなぐらいまでだったんで、俺大学時代ぐらいから親父にずっとなんか自分が継ぎたくないからナンバー2作れナンバー2作れってずっと言ってたんだけど、全然聞いてなくて全然いませんと。で、じゃあちょっと土日だけでもいいからちょっと手伝ってくれと頼まれて、で土日手伝い出したのが始まり。それを半年ぐらいやった後にもう従業員の方とか他の役員からちょっとお願いしますよみたいな、やってくださいよみたいな、自分も結構やってみて面白かったんだよね、やってみて。で、じゃあもうフルタイムでやるかって言って入ったのが本当に一番最初で、ただその後父親から結構なんかいろいろダメ出しされることが多くて、なんか俺がこういうことやりたいああいうことやりたいって言っても、いやそれはダメだっつって時があったんだけど、俺がブチ切れて手伝いで来て帰っていいんだったら俺便に帰るよみたいな、でもやるんだったらもうフルでもうやりたいから、もう自分の裁量で決められるポジションでやらせてくれと、で分かったっつって父親がほぼ退いて、で自分が入ったって感じ。そこからそれがちょうど2年ぐらい前。ちょっと電気工事について詳しくないんで、電気工事会社って具体的に何してんの？電気工事っていろいろセグメントがあるんだけど、例えば外線って言われる発電所から俺らの市街地まで電気を運んでくるようなやつとか、で内線っていうその建物の中の電気設備とかを工事するものもあれば、あとリニューアブルエナジーの、発電系の工事とかもあれば、鉄道系の電気設備とかもあれば、そういうセグメントがあるんだけど、うちは内線だけやってて、なんで建物の中の電気設備工事をやってますと、外から電気引っ張ってきて中でどうやって使うかとか、こういう照明とかコンセントとか、あとそもそもなんか変圧しないといけない
からその受変電設備とか、それらを工事、しないといけないよねと、建物やるときに。俺はもうほぼ9割方はもう施工管理だけやってて、だからプロジェクトマネジメントみたいな。だからでも施工する人も5人ぐらいうちにはいるんだけど、施工管理っていうのは工程管理とか安全管理とか、あと原価管理するとか、そういう本当に PM みたいな。さっきそのお父さんをキックアウトしてまだいるっすまだいるっす。代表取締役正式になって、ついでそれからやってる。トランジションしてその正式に入れ替わったタイミングの受け入れられ方はなんかもうウェルカムなんか2代目って感じだったのかクソ若造がみたいな感じ。どういうテンションで太一は入っていって、どういうテンションでその会社のメンバーたちを太一を受け入れたの？なんかお前誰だ感が激しくて、私は何も分かってねえだろみたいな。実際哲学家だったんで電気のこと全然分かんないから、まず今までの事業運営のあり方をちょっとこことここを変えたいですっていう時に、それについてきてくれる人が最初いなくてっていうか、そもそもなんか何のことですかみたいなところからスタートするから、なんかコンサルの時になんかクライアントをなんか説得するみたいなやつから、社員になんかこう動いてほしいみたいなのに説得するっていうのに移ったんだけど、それがなんかまず、それ大変だったよね確かに。創業者の子供だよねっていうことはずっとみんなそれは分かってて、そもそもやっぱり業界経験ない、電気のこと分かんない、しかもコンサル出身みたいなやつで、もうなんか全然誰やお前感がやっぱすごくて、だからそこは一番最初のハードルだったんだけど、一番最初にやっぱり賃上げして、まずなんかそもそも建設業を新しい時代に持っていきたいみたいな、今まで昭和だったやつをなんか少なくとも平成にはしたいよねみたいな話をして、やっぱそれが受けて、ちょっとずつ聞いてくれるようになったかなっていう。でもなんかやっぱり半年ぐらいはかかった、聞いてくれるようになるまで。でCEO になってやった初めてのプロジェクトって何やったの？まず Day1 で一番最初やんないとダメだろうなって思ったのが賃上げで、それはなんでかっていうと、まずなんか業界平均年収から見たときに結構うちの年収が低かったっていうのと、あと2つはやっぱり人手不足だから、なんか優秀な人がいないと会社死ぬって思って、やっぱりいろいろな要素あるけど、その会社に引きつける要素って、まず金だろうなと思って金ないと来ないじゃん、こんな感じで元コンサルの2人がこれからもぶっちゃけオフラックトークをやっていくので、もっと見たい人はいいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。コンサルティングファームが企業新しくリーダーシップとして入りました。さあよくしようぜってなると、基本的にそのレベニューを上げるかコストを下げるかっていうレバーをまず大きく見て、でどこでできますかっていう一番なんかこう動かしそうなそのニードルムービングなとこ見に行くじゃん。賃上げって割とその、真逆の発想じゃん。コストを上げるけどその直近的にはレベニュー上がんないじゃん。それはどういう思考回路とか背景というか、それはね、喧嘩をしてまでやろうと思ったの？それはもう明確な理由があって、なんかもう俺が入るなんか交代するかもっていう時にもうすでになんか優秀な社員がごそっと辞めそうだったんだよね。でなんかレベニューなんか売上とかなんか財務諸表うんぬんの前にこいつら辞めたら死ぬみたいななんか来期の売上とか多分半減すんじゃねレベルで、でもそれぐらいすごい頑張ってくれてた社員がなんかそろそろもう本当に見切りつけて転職するかもみたいなタイミングで、まず引き止めないと死ぬって思って、もう向こう見ずにとりあえずいやマジプリーズステイみたいななんかキャッシュポジション的にもなんかなんだろう、まあまあリスキーではあったんだけど、俺の会社じゃねえしみたいな潰すつもりでもなんか、これで潰れたら俺が悪かったっつってなんかやってる仕事内容的にもっとペイされてもいいなって感じたんだよね。なるほどね。そう俺らがなんかコンサル入社して初年度なんか600いくらとかだったじゃん。なんか最低でもそれはやってるよなって思ったの。なんか仕事内容的になんか世の中に出してるバリュー的に。それって誰かからの反発とかあったの？まず親父からめちゃくちゃ反対された。もうなんかはっつってで追い出した。
いやそれはすごい大きな一個だね、その争点の。何個か争点あったけど、それ全部あんまりなんか相入れなくて、なんか俺に任せるか自分でやるかどっちかせっつって。それはちょっと親父に対してはなかなか酷なあれだったかもしれないけど、まあでも受け入れてくれたんで、それは器の大きい判断だったんじゃないかなとは。でもそのせいで一時的にも赤字になった？月のキャッシュフローは結構やっぱりキツキツにあったよね。なんか、そうだ。あともう一個やっぱコンサルから移って全然違うなって思ったのは、なんかコンサルの時って PL 見がちじゃん。でもなんかキャッシュフロー終わるとマジ死ぬから、マジ黒字倒産するみたいな。だから月なんか、まあ、給料がボーンって増えてやべえっつって自分でやって自分でビビるっていうのは確かにあった。確かにね、コンサルって基本的にその PL だけ7カ年計画とか含めても PL しか作んないけど、そのキャッシュフローステートメントとバランスシートの、BS は基本的にコンサルタントでプロジェクトやってる限りはほぼ触ることない。その三大書評の2個ごっそり抜け落ちてる形でコンサルってやるから、実業入るとね、俺も今スタートアップで余計キャッシュシビアだし、前のスタートアップでもやっぱキャッシュフローステートメント作ってやばいっすねみたいな話で、一気に支払い来る時とかあるじゃん。やばい。銀行から借りてたお金のその支払い日でドーンって出てくるとかなると、結構きついっすよみたいな、なんか全然あるからね。対応の問題って、MBB の頃と全く違うわけじゃん。全然違う。どうやってアプローチしてるのかな。職種的には施工管理っていう人を採用しないといけないんだけど、従来業界では中東の採用ってやっぱりそういうなんだろう、施工管プラスとかマイナビとか施工管プラスっていうのが業界スペシフィックな採用サービスもあれば、炎天職とかマイナビとかそういうメジャーなね、メジャーなやつもあるんだけど、もうとりあえずそこに募集出してだけど、全然来ませんと。でなんかやべえってなった時にこれもちょっと業界の人にはこれ言うとめちゃくちゃ怒られる気がするんだけど、めちゃくちゃヘッドハンティングしようと思って、あんまりやっぱ業界の中でよく思われてないのね、ヘッドハンティングって。だからコンサルとかだとさ、なんか紹介フィーとか出るぐらいさ、盛んに行われてるじゃん。だからまずなんか社員の人になんか周りで優秀なやついたら引っ張ってこいっつって新卒採用もさ MBB だと、アメリカとか日本の、オーストラリアの、一流大学の地頭いいやつを建設面接でなんかいい上積み取ってくるみたいな感じじゃん。でもそもそも大学卒業生じゃない。大卒いないっすよ大卒とかいたらうちで何してんのみたいな高卒とか専門卒とか、なんなら中卒もいるんで、なんか18ぐらいを採用したいわけじゃん。採用してる、でもだいぶ俺らのやってたさ、はいじゃあこの数字解いてくださいみたいなのが違うじゃん。何をどう見て人を採用してんの？まず地頭どうでもよくてマジなんかうちの今の採用基準がもう1個目がもうなんかグリッド的な、本当にやりきれるかみたいな。であとはコミュ力とかなんかそうだね、調整力とかだね。で3つ目はもうこれすごいいい KPI なんだけど、元ヤンだったか否かっていうのは結構重要なんかやっぱり生きるって大事だなと思ってて、仕事において。元ヤンが、経歴ってなるってこと？元ヤンをなんかまず現場行くと、なんかいろいろぐちぐち言う人たちをもう束ねて、もう次もういつまでこれやるぞっつってやっぱ束ねる人が必要なわけですよ。で施工管理ってやっぱ調整業務激しいから、こういう風にちゃんと作業してくださいねってもやっぱリーダーシップないと結構きつい時がある。なるほど。でその学生時代何やってたんですかって言った時に、なんかこういう委員会をなんかとかコミュニティをやってましたみたいなよりなんか頭張ってましたみたいなの方がグッとくるそれさ聞くの面接で
ヤンキーやってた？いやなんか直接的には聞かないけど、まあ、でも全然なんかなんか学歴とか、なんか学業とかどうでもいいんで、なんか頭張ってた経験教えてくださいって聞く。ああ、なるほどね。そしたらなんか、まあ、例えばなんかいい子だとバイトリーダーしてましたとか、まあ、それはそれですごいいいんだけど、なんかたまになんか10人に1人ぐらいはなんか族で頭張ってましたみたいなまあでもそういう人はできれば取りたい。でもまあ入社すると問題にはならないわけ。それまあ、なる場合が多い。ハイリスク入った激しい確かに。諸刃の剣だ。言動が激しい。ベインとかコンサルの中で聞かないようなワードがもうめちゃくちゃ日常茶飯事でさっきのラブ上等ってあれな感じ？もうあんな感じ。うちの会社の売りがうちの担当者たちっていうか、その現場で仕切ってる施工管理の人たちだから、その人たちのクオリティが悪いと、まあ、まずなんか評判も悪くなっちゃうし、業績にもつながってくるから。確かにね、ある種その太一の今やってる電工事のその施工管理がメインだからさ、そのサービス業なわけじゃん。そうめっちゃサービス業。確かにその売り物が人っていう意味ではコンサルとちょっと共通点ある。そうめっちゃ思うそれは。だからなんか給与上げようっていう思考にもなったし、そこのその共通項というかシミュラリティはあるんだね。面白い。コンサルでこれ学んだからよかった、これって通用するんだなって思った瞬間ってある？例えばなんかこのお客さん なかなか財布の紐が硬いなみたいな時があるんだけど、それをなんでかなって考えるときに、やっぱコンサルでやってたみたいにやっぱ粘り強く、ファクト集めてなるべく構造化して、なんかこういう背景があるんじゃないかとか、そういう仮説を持ってやっぱ営業しに行くとハマったりするとか。そのなんかミッションに考えて、そう所作としてはそういうのって、どこ行っても重要なんだなとは思う。これなんか俺らの前のエピソードでなんかスタートアップで何が使えるのかって話をしたんだけど、その所作のスタンダードが高いじゃん。俺らってその鍛えられたから、さっきの言葉選びもそうだし、どれだけ準備をするかもそうだし、相手に分かりやすい形で物事を並べるとか整理するとかがあるから、多分俺らのスタートアップそのやっぱテックのそのファウンダーに話すのと、ビジネスのファウンダーに話すのと、お客さんに話すのと、インベスターに話すので、なんか全ての所作が違う。所作のレベルは高いんだけど、すごいテイラーするじゃん。なんかそういう意味ではなんかその所作レベルの高さ聞いてくるのはなんか、ようわかるというか、でも逆にそれ以外はマジノットトランスファーブルマジで全然やってること違うからね本当に、スライドとか1枚も作んないから逆になんかそんだけいわゆるコンサル知能労働からブルーカラーワークの CEO で全然こう違くて、トランスファーブルスキルないですと、ネガティブに働いたことある？コンサルにいたということがあんまなくて。ないんだ。僕がコンサルっぽくなかったから。でもそういう印象はあるわ。なんかでもなんかさっきのさ、俺らすごいケース面接めっちゃやんないと入れないよねみたいなさ、なんか第一エピソード言ったけどさ、しないで入ってくからだからある種天才派だけで、俺らはなんかこうやんなきゃいけないけど、太一はこう見てはいってそうあとコンサルの頃と違うところは、前はアナリストして分析するのが仕事だったんだけど、今は売らないといけない立場だよね。それってどういう感じで違うの？やっぱそのコンサルの時って僕らってすごいセリングの最前線にはいなかったじゃん。コンサルタントレベルだとパートナーが売ってくるか売りたいものの資料作りの手伝いぐらいだから、遠い面には立ってないよね。今は現場レベルでのセリングとなんかトップ層でのセリング両方あって、こうもう一個一個の工事を売るのはもう現場レベルがやってて、俺とかもう一人の、本当に取締役の人がやってるセリングは本当に関係構築がすごい多くて、例えば2年後とか3年後になんかすごいでっかい工事があって、僕らがそれをどうしても取りたいっていう時は、なんかそのディシジョン持ってる人が誰かとか、その人がどういう人かとか結構調べたり情報を聞いたりして、基本的にはもう飲みに連れてきた飲みとやっぱゴルフは本当にキーコンポーネントっていうかマジ重要みたいな。だから会社入った時に接待交際費多すぎねってめっちゃ思ってたんだけど、最初。今ではもうなんかマジ重要だからもっと言ってくださいみたいな。
ちょっとなんかステップバックして今までこの太一のトランジションの話とか、ベインとの関連性、何が使えて何が使えなかったみたいな話聞いてたけど、ちょっとそもそも太一のバックグラウンドの話をしたくて、高校からメルボルン行って、しかもそれがなんかただの留学じゃなくてプロゴルファーになるために目指して行ったじゃん。ここゴールドコーストね。そうゴールドコーストに専門学校行って、でその後でもユニバーシティメルボルン行って、でその後新卒ベインじゃん、でその後今の影をついてると思うんだけど、何をどうしたら日本に行った太一がオーストラリアでプロゴルファーになろうっつって行って、で帰ってきた時にはベイン&カンパニーのコンサルタントになろうっていう、何がどうなったらそこにたどり着くの？てか生まれも育ちも普通に東京で、親父とかはずっとこの仕事してたから、転勤とか全然なくて、まず勉強が嫌だったで、野球部だったんだけど、野球もしんどかったでなんかオーストラリアの日本のちょっと帝京高校みたいな、ラグビーにおける帝京高校みたいな、母親の方が結構なんか、いや行けよお前みたいなそうで行って、東日本大震災で卒業式がなくなって、そのままオーストラリアなんか海外逃亡するぐらいのなんか感じでそのまま何歳の時に行った？ 15 オーストラリア行って、ランゲージスクール行き始めつつ、ゴルフアカデミーに通いつつ、それ半年やって、なんかゴルフの才能ないなって思ってでなんかまあ勉強すっかみたいなってなって、転校先の学校はもうちょっとなんかスポーツ校ではあったんだけど、勉強も力入れてるみたいな。そのプロ育成学校提供のやつからまた違うところに行ったってこと？そうオールドコーストの他の学校に。大学も結局メルボルン行って、でメルボルンで就職するつもりだったんだけど、ちょっと家庭の事情によりで、俺一人っ子だったのもあって、お前さすがにオーストラリア行き過ぎだろみたいなそれどっちかというと父親だったんだけど、帰ってこいって言ったの、でボスケで行くしかねえみたいな、オファーもらって、日本来ましたと。でもさ、金融系とかもさ受けて内定もらってたじゃん。もらってた。なんでコンサル選んだの？でもコンサルだから受けたというよりか、全部外資だったから、全部外資を全部受けたとりあえずなんかボスケでに来てる外資を全部受けて、その中でなんかどういう業種にしようかなってなった時に、コンサルがなんかやってることが結構なんか面白そうだなと思ったのね。大学時代結構国際機関行こうとしてたから、国際機関が結構なんかプロブレムソービング、問題解決がなんか下手くそだなとか、すごいビューロクラティック、ちょっと組織がすごいガチゴチでやだなみたいなやつがあって、コンサルがすごい魅力的に見えて、で行って、金融となんで選んだかっていうと、人がチルだった人で選んだ節はあったかもしれない。なんか結構似た感じの人が多そうだなって思って、バイブズがね、なんか社員と喫煙所でめっちゃ仲良くなった時とか、すごいなんかおいいね見てこれでだからその仕事内容と人でちょっとコンサル行きましたとやって、すごい楽しかった。俺的にはやっぱ新しいことのもう連続で、徐々になんか AC とか SAC とかなっていくと、なんかキークエスチョンに対して論点に対して答えを出すとか、なんかそのマネジメントをするとか、お客さんとも話し始めて、で、その時になんか思ったのが、パートナーなれないな俺はって思ったの。なんで？当時はセリングとか俺そんな得意じゃないかもとか、まず死にマネ時点で超大変そうだなみたいなで、じゃあコンサルでどんどん上に行かないってなった場合どうしようかなってなった時に、なんとなくその事業者側の方が、事業やってる側、そのアドバイザーよりドゥーアーの方が多分向いてるんじゃないかっていう感はあって、だから起業とかを考えてたんだよね。ただなんか悩んでる前に親父が倒れて、あとはもうトントン拍子みたいな、継がないオプションもあったわけじゃん。いわゆるもっとキラキラしたというか、そのブルーカラー CEO って家業を継ごうってなったのは、なんかフィロソフィーというか、なんかバックボーンになんかあったの？なんか確かに絶対に継がないといけなかったかっていうとそうじゃなくて、確かに選択したと思ってて、一個はなんか手伝ってるうちにその家業を、建設業マジグロースポテンシャルばっかだなと思ったっていうか、なんか改善余地多すぎて、すごい細かいところで言うと、なんか紙と印鑑多すぎて、これ DX しただけでもとか、こんだけすごいインフラにおいては重要な業界なのに人がアンダーバリュードされてるとか、
漠然としたオポチュニティに魅力を感じたっていうのはあって、まあ、だし実際なんか生活してて建物とか普通に使うじゃんみんな、の割に意外とみんな知らないからなんかもっと盛り上げられるんじゃないかなっていう建設業がそういうのは確かにある、まあすごいドメ産業じゃん、そこに俺みたいなやつ来たらどうなんだろうっていうちょっとなんかワクワクはあった。ちょっと違う観点から考えてみると今太一がやってることってハーバード・ウォートンの MBA で一番やりたいことなの。サーチファンドをレイズしてで日本の、中小企業とか買収して DX とかねローハンギングフルートが多いわけ、でこれやりたいって思う人は多いんだけどそもそも売ってくれないだから、そういう経営する機会がないわけ、だからある意味みんなやりたいことを実際やってる。これは俺の話じゃないけど、友達の中でやろうとしててで、彼が聞いたのはお前に売るようだったらもう死ぬわみたいな感じで結構いるそういう人結構いる、だからすごい貴重なオポチュニティ。しかもなんか今の AI の世界とかでもさ残るのはフィジカルレイバーだって言われてるじゃん知的労働はだんだん AI に代替されてるけどやっぱ本当に今度儲かってくるのはそれこそなんかトイレ掃除のそのプラマルとかそのエレクトリシャン電気工事とか建設業だってまだロボットはそこ先だからっつってるからそういう意味では確かにそのマクロ経済的オポチュニティも多分結構でかいだろうね、ちょっとやっぱね風向きが変わりつつあってそれがすごいなんか今この業界に身を置いてて結構面白いなって思う。もうなんか自社で MA サーチングはしてて、ただ結構やっぱりソーシング力がネックになっててそこまでなんかここと一緒になりたいなって思う会社にはまだ巡り合ってないけど、でも一回やってみたいなっていうのは、ただなんかすごい PMA がめちゃくちゃ大変、さらに泥臭そうだよねそうなんか族のさこのなんか足立区の族となんかそうマジでそういやマジでそう俺らこうやってやったんだよみたいななんかうせやんみたいなタイマー張って勝った方塗るみたいなコンサルに戻りたいって思ったことある？あるめちゃその最初やっぱりあんまりウェルカム社内からウェルカムされなかったとか、業界でなんか俺が何できるか正直見通しが立たなかった時とかは辛くてなんかスライドを書いてた時の方が楽だったなって資金繰り厳しい時とかはもうなんか胃がすげえキリキリするし、でもやっぱりもう社員40人50人いるしなんなら家族含めたら100人とか150人とかを支えてるっていう放棄できねえなっていう、それにするにはもうちょっと大きな責任をテイクオンしたなっていうのもあるし、なんか半年とか1年でギブアップするのはめちゃくちゃかっこ悪いなと思って最低でも5年はやってそれで失敗したらもう笑って白旗でいいんじゃないみたいなっていうのはこんな感じでまたゲスト呼んでいろんな回やっていきたいと思うのでどういう人をゲストに呼んでほしいか希望があったらコメントにて書いてください。また、いいねと登録もお願いします。お願いします。